機動戦士ガンダムエイジ第 23.25 話情熱の行方。やっぱ訓練後のシャワーは最高だね。本当は作戦行動中だからこんなことしてちゃいけないんだけど、まっオッケーオッケー。ウルフ隊長とミレイス艦長がテクノソロン社に出発してすぐだし、僕らの出番はもう少し先だろうし、それにいざって時汗まみれだと気持ち悪いしね。おやマックス、オブライト注意。お前もシャワーか？ええ、戦闘シミュレーターやってたら汗かいちゃって。オブライト注意は？俺はまあ気持ちを鎮めようと思ってな。気持ちを鎮める？ああ。何かあったんですか注意。ね、すごく顔がニヤついてますよ。ニヤついているか俺？気持ち悪いくらいに。気持ち悪いってお前な、上官に向かって。それで何があったんです？いや実はそれがな。はいはい。一番だって言われちゃって。は？だから一番なんだってさ、この俺が。いや参っちゃったなもう。すみません、言ってる意味がわからない上にやっぱり気持ち悪いです。オブライト注意、マックス少尉。アセム、お前もか？はい、お二人もいらっしゃってたんですね。いいのかこんなところに来てて。今は作戦行動中なんだぞ。パイロットは待機室で待機のはずなんだぞ。そうですよね。すみません、帰ります。ああ、冗談だよ冗談。本気にするなよ。それを言い出したら俺たち二人も同罪だ。気にせず入れよアセム。でもパイロットの中には出撃前に身を清めて弦を担ぐやつもいる。そういうことにしておけ。はい、それじゃあお言葉に甘えて。なんだよなんだよ、こっちはこっちで暗い顔してるな。親父さんに言われたことまだ気にしてんのか？父さんに言われたこと？ほらビッグリング防衛戦の後アスの司令に言われてたじゃないか。もっと効率的に動いていればあと4機は撃墜できたとかなんとか。それは気にならないと言えば嘘になりますけど。他にも何か原因が？いろいろあってうまく整理できてないんですよ。言えるはずないよ、ゼハートのことなんて。それに父さんのこともロマリーのことも。そういえばオブライト注意って前にもウルフ隊長の下にいたことがあるんですよね。ああ、いくつかの戦場で一緒に戦った。その頃から俺はあの人のことを尊敬している。ウルフ隊長ってどんな人なんです？どんなとは？だって今回ミレース艦長と一緒に潜入要員としてテクノソロン社へ行ったじゃないですか。でも普通はそういうのって別の工作員とかを用意して使うものだと思うんですけど。ああ、そのことか。それについて思い当たるところはあるが、ここではなんだ、話は場所を変えてからにしよう。おや、待機室にいると思ったんだがアリーサの姿が見えないな。格納庫でディケさんと話でもしてるんじゃないですか？アデル2の整備状況についてとか。そんなことより早く教えてくださいよオブライト注意。ああ、わかったわかった。さてと、お前たちはウルフ隊長が以前にも戦艦ディーバに配属されていたことは知っているな？はい。またこの船に戻ってきたかみたいなことを言ってましたから。白い狼の異名は隊長が軍に入る前、グランプリレースのスター選手だった頃についたものだ。それから軍に入り、反連邦組織との戦いの中で戦績を上げ、瞬く間にエースパイロットと呼ばれるようになった。すごいんですね。ああ、すごいんだよあの人は。それから隊長は戦艦ディーバの配属になり、
あのアンバット攻略戦に参加する。コウモリ退治戦役と呼ばれているあれですね。そうだ。その後正式に軍に入ったアスの司令とともに各地の戦場を転々とし、数々の武功を重ねていく。何度か勲章を授与されたこともあったという話だ。ああ、羨ましい。僕も早くそうなりたい。当時ウルフ隊長とアスの司令のコンビは連邦軍最強と謳われ、二筋の流星という異名まで存在したらしい。父さんとウルフ隊長が。やがてアスの司令は軍中央部へと移り、ウルフ隊長は現場に残って二人のコンビは解消されることとなる。ここまではいいな。なんかもったいないですね、ウルフ隊長。何がだ。アスの司令と一緒に活躍していたなら、一緒に昇格して今頃司令の隣にいたのはアルグレアス参謀じゃなくて隊長だったかもしれないのに。しかしモビルスーツに乗っている方があの人らしいと俺は思うがな。俺もそう思います。さて、それでは今回隊長が潜入要員に選ばれた理由だが。そうそう、それですよ。理由は簡単だ。隊長が昔特殊部隊にいたことがあるからだよ。もちろんアスの司令とミレース艦長からの信頼が厚いということも理由の一つだろうがな。特殊部隊ってあれですよね。スパイ活動とか敵地潜入とかを行うっていう。そうだ。軍人の中でも厳しい訓練をくぐり抜けられる特別な人間しかなれないというあれだ。だがそこもあの人は1年足らずで辞めた。なんで？当時の上官に転属願いを叩きつけて言ってのけたらしい。やっぱり俺は死ぬ時はモビルスーツの中で死にたいってね。あの人らしいだろ。確かに。だからこそ俺はあの人に命を預けられる。でもやっぱりもったいないですよ。軍中央部に特殊部隊。考え方は人それぞれさ。それに僕は死ぬ時はやっぱり女の人の胸の中で死にたい。おい少尉。なんだよ、アセムだってそうだろ。ロマリーの胸の中で死にたいって思ってるだろ。いや、俺は別に。ごまかさなくていいよ。別にごまかしてなんか。そうだな。俺は。ああ、注意は聞かなくても分かってますよ。ウルフ隊長みたいにモビルスーツの中でって言うんでしょ。まあそうだな。それにしても特殊部隊か。僕ウルフ隊長が一緒に行ったのは絶対ミレース艦長がいたからだと思ってたのに。どうしてそう思ったんだ。だって怪しくないですか、あの二人。前にもディーバで一緒だったって言うし、二人とも独身だし、なんとなく気にしてる風な雰囲気あるし。そうかな。でも少尉の言いたいことはなんとなくわかります。羨ましい。お前俺の話聞いてたか。それウルフ隊長とミレース艦長の関係決めつけてるよな。僕にも誰が彼女になってくれる人いないかな。例えばレミ総長とか。なんでそこでレミ総長の名前が出てくるんだ。びっくりした。いきなり大きな声出さないでください。すまん。だって可愛いじゃないですか、レミ総長。実は前から気になってたんですよね。メガネだしお下げだし、入ってきたばっかりで初々しいし、それに身長は小さいけど胸は結構大きいし。胸。死ぬならあの大きな胸に埋もれて死にたい。総長をそんな目で見ることは許さん。なんで。それよりアリーサはどうだ。アリーサは結構可愛いし気立てもいいし、整備班の連中からの人気は高いらしいぞ。アリーサは無理っす。どうして。だから注意。声が大きい。僕アリーサのことは女として見られないんですよね。あの性格だし女っぽくないし、どっちかっていうと男友達みたいな。反論できない。じゃあブリッジクルーのイリシャさんやウィルナさんはどうです？その二人も無理。イリシャさんは僕なんかじゃとても太刀打ちできそうにないし、ウィルナさんもなんか軽くあしらわれそうだし。大人の女性って感じですもんね、あの二人。よし、僕は決めた。何をだ。僕はこれから
レミ総長に告白してくる。はあ？どうしてそうなるんだ？思い立ったが吉日って言うじゃないですか。今は作戦行動中だぞ。だからですよ。ウルフ隊長もオブライト中尉もよく言ってるじゃないですか。パイロットはいつ死ぬかもわからないから、いつ死んでも後悔しないようにしろって。それはそうだが、僕は後悔したくないんです。後悔？しかしだな。それにレミ総長を狙ってるやつは結構いるって聞くし。だったら誰かに取られる前に僕は当たって砕ける覚悟で告白します。なぜこんな時だけそんなに男らしいんだマックス。というわけで行ってきます。ちょっと待て。オブライト注意。なんだよ。なんかすみません。なんでもないです。いや、俺の方こそいきなり怒鳴って悪かった。それでなんだ、話してみろ。オブライト注意は、もし友達が敵として目の前に現れたとしたらどうしますか？なんだそれは。いえ、テクノソロン社のことを聞いた時に考えちゃって、もし本当にベイガンに協力している企業があって、そこに自分の友達がいたら、俺はその友達と戦うことになるのかなって。そうなった時、俺後悔したくないから。よくわからんが、なるほどな。オブライト注意だったらどうしますか？実際にその状況になってみないとわからないな。ですよね。アセムだったらどうする？俺にも分かりません。ずっと考えてるんですけど、まだ答えが見つからなくて。それがお前の言っていたうまく整理できないことか？ええ、まあ。お前はどうしてパイロットになろうと思った？それはもちろん父さんの影響もありますけど、故郷のトルディアがベイガンに襲われた時、俺がこの町を、自分の大切な人たちを自分の手で守りたいって強くそう思ったからです。ならそこだな。友達と戦うことで大切な人を守れるかどうか、そこを判断するしかない。でもその友達も大切な人に含まれているから。だったら一度考えるのをやめてみるというのはどうだ？例えば友達と話したり遊びに行ったりして気分転換を図る。そうやって心を空っぽにした時に限って結構簡単に答えが見つかったりするものさ。そんなものでしょうか？ああ、一度試してみるといい。そうですね、わかりました。じゃあ俺ちょっと行ってきます。行くってどこに？友達と話してきます。少し気分を変えてみようかと。本当に素直なやつだな。わかった、早めに戻ってこいよ。はい。マックスに続いてアセムも出ていったか。で、そうだよ、マックス。あいつレミ総長に告白するとか言っていたが、どうなったんだ？まさかレミ総長が OK するなんてことはないと思うが、あの規約に押し切られてしまうなんてことも、いやいや、そんなことはないと信じたい。一体レミ総長はマックスになんて答えたんだ？気になる。教えてあげましょうか？おお、びっくりした。戻ってたのかマックス。玉砕しましたよ。何？当たって砕けましたよ。今はまだお付き合いとか考えられないとか言われて振られましたよ。そうかそうか、それは残念だったな。なんでそんなに笑顔なんですか？俺を笑ってるか？いいですよ、笑ってくださいよ。僕なんてどうせ。悪かった、すまなかった。そう気を落とすな。整備班の人たちからも言われましたよ。レミ総長に告白するやつは多いけど全員玉砕してるって。もう20人は突破してるって。そんなにか？ここは俺も告白すべきなのか？いや、だが今は作戦行動中だ。しかしこうしている間にも誰かに取られるようなことが
いやしかし告白に行ってマックスのように玉砕したらどうする。元も子もないじゃないか。ここは慎重に距離を縮めて成功率を上げてからの方が。いやだがやだが何考え込んでんですか、注意。よし、もう少し時間を置いてからにしよえ、何逃げ臭いセリフ言ってるんですか。う。いやこれは逃げじゃないぞ。戦略的撤退と言ってだな。ああ、もういいですよ。わけわかんないですし。お前上官に対して態度が存在になってないか。ねえ、オブライト注意。なんだよ。僕の恋の情熱はどこへ向かっていくんですかね。誰が受け止めてくれるんですかね。すまん、それは俺にもわからない。アセム・アスノ、江口拓也、オブライト・ローレイン、遊佐浩二、マックス・ハートウェイ、坂口大輔でお送りいたしました。